皆様ごきげんよう。美魔女が年齢を重ねる希望と具体策を語るチャンネル、美魔女スタイルです。私、第1回国民的美魔女コンテストファイナリストであり、第10回美魔女コンテストのレジェンド美魔女でグランプリをいただきました坂村薫58カラットです。今回は歴代グランプリのたるみ対策です。そうなんですよ。もうたるみこれはもう大敵ですよね。歴代グランプリのここが一番というたるみ対策をご紹介いたします。では行きましょう。レッツ美魔女。はい、移動してきました。いきなりですが、皆さん口笛って吹けます？そうなんです。若い頃のようにピーって吹けなくなっちゃったでしょ？それって口の周りや顎の下の筋肉が衰えている証拠。それをたるまないようにケアしていく私のおすすめがあります。それはもう車の中でとかいろんなところですぐできるうい運動です。はい、一緒にやりましょう。口角上げてもう一つは口の中でベロを回すことなんです。右回り、左回りとどこでもできる運動ですよね。たるみには本当にいろんな筋肉を使っておくことが大切。たるまないために筋肉を使いましょう。表情筋動かして。はい。では次の方、どうぞ。私は第9回国民的美魔女コンテストグランプリはんなり美魔女梅本理恵54カラットです。こちらは47歳の時の私です。ここから7年が経って今一番気になっているエイジングサインはたるみです。本当に皮膚や筋肉がたるんでいると、下に下がっていると元気がない印象だったり寂しい印象を与えてしまいます。私のたるみ対策は笑顔でいることです。笑顔でいることによってこの口角やほっぺた、目の周りの筋肉全部使いますし、トレーニングにもなるんじゃないかなと思います。そしていつでもどこでも一瞬でリフトアップが叶う笑顔って一番大事な美容なんじゃないかなと思っています。ではその笑顔を格上げするアイテム3つをご紹介したいと思います。まず1つ目がこちら、ウカのスカルプブラシ剣山ピンク。私はこのソフトタイプを選んでいます。私の頭皮マッサージはまずこの耳の上の側頭筋を揉みほぐすところから始めています。そしておでこの上にある筋肉、そして腱膜に沿って少しずつ移動させながら頭頂の百会のツボ、そこを刺激して目の疲れも取って目もパッと開きやすくなるように刺激しています。そして少しずつ後ろの方にずらしながらこの後ろの筋肉、ここら辺もほぐしていきます。そして首のこの胸鎖乳突筋ですね、こちらも少しずつほぐしながら最後肩周りもしっかりほぐしていきます。これを朝メイク前に 1,2 分ほどやっています。続いてメイクでさらに引き上がった印象を作っていきます。まずこちらディオールのディオールスキン、お肌より少しトーンアップしたこちらの色味をお顔のちょっとこの影になっているところをさっと置いていきますね。そして、引き上がった印象のために目尻とそしてここのさっき引いた線の先にも引き上げた印象 V の字作っていきます。そして口角ですね、上に引き上げていきます。はい、このような感じで顔にコンシーラーを置いていきます。ここ V それをスポンジでトントンしながらこの形を崩さないように
柔らかくスポンジでなじませていきます。はい、こんな感じです。どうですか？ちょっと今の段階でも引き上がってませんか？そしてさらに最後仕上げに、私はこちらのチーク、こちらでも引き上がった印象を作っていきます。でこちらこんなお色味なんですが、こちらをこの筆にささっと取ってしっかり含ませて、でこうにっこり笑顔を作って、一番方の高いところ、ここからスタートしてくるくると円を描くように、この目尻の方に向かってなじませていきます。こんな感じ。そうこんな感じなんですけど、どうですか？こっち側半分今やってるんですけど、引き上がっている印象ないでしょうか？皆さんの参考になったら嬉しいです。私、第1回国民的美魔女コンテストグランプリ草間由恵です。私もいろいろたるみには悩んできましたが、簡単で続けられたものを2つご紹介いたします。まず1つ目は耳引っ張りです。この真ん中をつまんでぐーっと引っ張ります。あとはこの上側も上に引っ張っていきます。これだけなんですが、すごく顔がポカポカしてきます。血流が良くなっている感じです。2つ目、それはこの頬骨の下にある小稜というツボなんですが、こちらはむくみとかたるみとかにいいというふうに言われているので、ここを押すなんですね。もう本当に軽く押してぐーっとこう痛気持ちいい感じに、これだけなんです。このスキンケアの後にちょっとやるだけで、なんかこう血流が良くなる感じとスッキリ感、これで一日いいスタートが切れそうですよね。第12回国民的美魔女コンテスト谷口信江。私が毎日使っている、愛用しているのは、いわゆるカッサとかって言われるもの。これも20代かな30代かなぐらいからもうずっと愛用してるんですが、それはピンクトルマリンかな、ピンクトルマリンのいろいろな形が、いわゆるカッサ型の形とか、あとはちょっとこんな魚ちゃんみたいな形があったりとか、こういう棒のタイプがあったりとか、ピンクトルマリンは女性性も高めるとかって言われているので、これは鹿の角で作ってあるものとか、あとはこれはテラヘルツ鉱石で作ってあるので、テラヘルツってNASA がね開発した、鉱物って言われていて、こうヒーリング効果とかエネルギーを高めるパワーストーンとかも言われているので、私が今一番気に入っているのがこのタイプなんですね。カッサだとしたらこういう感じで首筋をこういう風にマッサージしたりとか、この辺のツボをマッサージしたり、あとね、顔はちょっとあんまり強くするとこう骨が痩せてきちゃうっていうか、なのであんまり強くはやらないようにしています。とこの辺の、老廃物を流すのに、強鎖乳突筋、ここ首を横に曲げてここをつまんだりとか、こうあんまり強くつまみすぎないように。この鎖骨の部分が一番体のゴミの老廃物がたまるって言われているので、この部分をこう押したり、で最近のちょっと私のこのお気に入りなんですけど、骨つぼでね、ただねこういう風に当てていくだけなのね、何秒間ずつかね、ちょっと見てくれる、10秒ずつぐらいとか、こういう風にちょっとずつこうやって前に移動してくる。でそれを私は朝枕元にこれを必ず置いておいて、朝起きた時と夜寝る時にやって、であとこう凝ってるところ、こういう風に耳の後ろとかこの辺をキュッキュッキュッキュやったり、あとこの辺もね、あと鎖骨の部分とかぐーっとこの辺を押しやすいんですよね。このねスクリューのこのドリルの形がこう入っていくこうイメージで、骨のこう歪みを直していってくれるっていうのかな。で脳天に当ててね、こういう感じでグーッとしたりもする。すごい気持ちがいい。
で本当にパワーストーンっていうかエネルギーも整えてくれるので、ちょっとなるべく肌身離さず持っていたいぐらいの気持ちがあるので、夜寝るときはこれをこう寝ると首の後ろと腰のところってちょっとこう開くじゃないですか。なので首の後ろにこう置いたり、腰の後ろにこう置いたりして、こちらを使っています。もしこういうものがお手元にない場合には自分でね指でマッサージするとかでもいいんじゃないかなと思います。あとは、私は自宅のねここのサロンをしているので、定期的にちょっとやっぱりフェイシャルとか、あとはねデコルテ、本当にね顔のマッサージだけやっても顔上がらないので、ここのね本当にねデコルテのケアが大事なんですよね。ここが引っ張られちゃうから。なのでこうご自身でやるとしたら、ここにねちょっと手をこう当てるでしょ。それでぐーっとねこうやって伸ばしてみるだけで、ベロとかもとか上げるといいんだけど、ただ上げるんじゃなくて、やっぱりねここ押さえてみるとすっごい伸びるから、こういう風に上げてみるとか、あとはこんな感じでこうしてこう肩甲骨をねなるべくこう動かすような感じでしてみるとかが、小顔っていうかたるまない秘訣。実は顔だけをやってもダメということは、ちょっと長年のこの美容のね経験でも確実だと思っています。第8回国民的美魔女コンテスト、グランプリをいただきました村田由美です。今日は2つたるみ対策をご紹介させていただきます。1つ目がこの電気針ヘッドスパです。電源をつけると赤く光ってヘッドのところが動きます。でこの状態でですね、頭皮をマッサージ。私はお風呂上がりにテレビや動画を見ながらマッサージをしていきます。頭皮のこりをほぐすことでリラックス効果も得られます。2つ目は背筋の筋トレをご紹介します。私は普段ジムに行って背筋を鍛えてますが、今日はお家でも簡単に取り入れられるトレーニングをご紹介します。フェイスタオルを細く折りたたんで、タオルの両端を手で持ちます。そして前に腕を押し出して、背中に引き寄せて1、2、3。でこの時に胸にタオルが当たるような感じで、肩甲骨と肩甲骨を、引き寄せます。そしてまた前に押し出して1、2、3。そしてまた前に押し出して1、2、3。これを10回2から3セット毎日取り組むのが理想的です。第13回美魔女コンテスト東京グランプリ木曽千草です。54カラットの時にグランプリいただきました。あれから2年経って56カラットになりました。たるみ対策ってその人の人生の生き方そのものなんじゃないかなと思うんですね。私はまず変化を恐れず攻める、これをまずやってます。やってることは美容医療です。50代の美容医療、これなくしてたるみは語れません。去年初めてチャレンジしたのがね、糸リフトなんですよ。ちょっと勇気いりましたけどね、これはやってよかった。ここのね輪郭がキュッと上がって、そしてコラーゲンの生成ができるので顔がねパーンと張る感じがして、これはやっぱりいいですよ。それから美容医療ってお金かかりますよね。なので私はこれやってます。500円玉貯金。500円玉貯金をすることでチャリンチャリンたるみたるみみたいな感じで楽しみながら貯金しています。1年後に貯まったお金で新しいチャレンジをすることにしています。それからもう一つ、これはしなやかに受け入れるです。諦めるじゃないんです。受け入れるです。ウィークポイントであるたるみは、これはねグッドポイントに変えるということです。たるむからこそ笑うんです。笑顔を増やすということです。
部屋の中にね、鏡をあちこち置いています。デスクにキッチンにリビングには大きな全身の姿見を置いています。パッと目が合うたびにニコッと笑うように気をつけています。攻めとそれから受け入れる、この2つで楽しんでたるみ対策やっています。私は第11回国民的美魔女コンテストグランプリの小谷清子です。こちらのお写真、グランプリを取った時、39歳の時のお写真です。この時から4年半経っているんですが、今の私比較してみていかがでしょうか。このフェイスラインだったり、この頬、たるみが今もあまり出ていないのが私の自慢です。そんな私がたるみ対策のために毎日実践しているマッサージを今日はご紹介していきたいと思います。やることはとっても簡単で、両手グーを作り、この節の部分をグッと皮膚に当てて、頭蓋骨から皮膚をゆっくり引き剥がすように優しく上下にマッサージしていきます。2、3箇所ポイントを変えて行っていきます。そしてここがほぐれたら、目がパッチリ大きくなって、この目の横あたりですね、この筋肉が少しグッと上に上がっていくのが自分でも分かります。そして、この胸鎖乳突筋という首から鎖骨にかけてある大きな筋肉ですね、ここを指先にしっかり圧をかけてほぐしていきます。特に耳の真下とこの鎖骨の部分ですね、ここはリンパが詰まって痛みを感じやすいので、ゆっくり丁寧にほぐしていきます。ここをほぐすことで私が体感している効果は、このフェイスラインがキュッとシャープに引き上がるのと、一番よくわかるのはこの顔の幅ですね。この頬の幅がシュッと引き締まる感覚がよくわかります。もうこのマッサージをした時としない日っていうのは本当に差が、歴然と顔の大きさが変わるので、もうこれは欠かさず毎日行っています。そして最後に、もうこれは一日中気をつけていることですね。それはここの頬の筋肉をぐっと上に上げてキープしておくことです。笑う時も話す時も、口を閉じて少し真顔になる時でも微笑むような感じで、ここの筋肉をぐっと上げてあげる。そうすることで、私が一番恐れているこの鼻の横回りのたるみですね、もたつきというんでしょうか、これがかなり予防できていると思います。とっても簡単なので、皆様もぜひやってみてください。私は第5回国民的美魔女コンテストグランプリファイナリストの美濃和久美53カラットです。こちらの写真は私がグランプリをいただいた時の写真で、今から12年前になります。私のたるみ対策ですが、まず毎晩行っているのがこのカッサブラシで頭皮のマッサージです。お顔と頭皮の皮膚って一枚でつながっているってよく聞かれると思うんですけれども、私はお顔のお手入れプラスこのカッサーブラシでですね、頭皮の血行を良くするようにこうほぐしたりですね、あとは筋肉の張りですね、目の周りとか疲れていると思うので、これでちょっと痛いんですけど、痛気持ちいいぐらいの痛さでマッサージしています。それプラスですね、この美顔器で週に1回筋肉に EMS で刺激を入れています。で、それよりも何よりも私が一番大事にしているのは、よく寝る、よく食べる、よくしゃべる、よく笑う、これだと思います。で、顔の筋肉ってやっぱり他の筋肉も同じだと思いますが、使わないとどんどん退化してこうたるみの原因になっちゃうと思いますので、よく笑ってよく話す、これを毎日心がけています。私は、第2回国民的美魔女コンテストグランプリの山田よし子です。59カラットになります。今ちょっとなんか15年前かなの写真が出てると思うんですけれども、なんか変わってちょっと恥ずかしいんですけれども、頑張ってたるみ防止に効くマッサージをしていますので、それを今日はご紹介したいと思います。側頭筋のマッサージなんですけれども、まず手のひらを使って耳の上からこめかみ、あと頭頂尾まで小さな円を描くようにくるくるくるっと、とにかくここをほぐしてあげるんですね。時間にしたらもう1分とかそんな感じでいいんですけれども、その後は手のひらを使って、もうこの手のひらを使ってずっと上に引き上げるように、後頭部に引き上げるようにぐーっと5秒間キープする。もうこれを結構頭皮を持ち上げるようにして
上げるとピッと上がってくるんですよ。それなんでかというと、ここの側頭筋っていうのは頬の筋肉とつながっているので、ここがやっぱりどんどん凝り固まってくると、顔の筋肉を持ち上げる力がね弱くなってくるんですね。そうするとどんどん顔がたるんでくるので、やっぱりここをどんどんほぐしてあげて、引っ張ってあげるという、やっぱりそういう癖をつけてあげるマッサージはやはりとても効果的になりますので、ぜひ皆さん毎日簡単ですので取り入れてみて頑張ってください。私は第7回国民的美魔女コンテストグランプリの田中めぐみです。私のたるみ対策として2つご紹介します。1つは普段から下ベロですねの位置に気をつけています。下の位置が下がってしまうとこんな感じでこの辺がたるんできて二重顎の原因になってしまったり、お顔全体もたるんだ印象になってしまうので、普段から下を上顎の方にペタッとつけて暮らすようにしています。2つ目、頬を使って笑うようにしています。年とともに頬の筋肉量が、落ちてきてしまうと、頬がこのように下がってほうれい線の原因となってしまいます。なので普段から笑う時には口元だけでで笑うんではなくって、頬の筋肉を使って頬にお山を作るように笑うようにしています。日常から頬のトレーニングをしていると、たるみ知らずのお顔になれます。ぜひやってみてください。私は第14回美魔女コンテスト東京グランプリの中村美鈴と申します。私が普段からしているたるみケア2つあります。まず1つ目なんですけれども、オイルをしっかり塗ることで保湿をするように心がけています。でやはり中の土台が崩れてしまうとさらにたるみやすくなると思いまして、オイルを塗る際も下から上にこうしっかり引き上げながら水分をたっぷり入れるようにしております。で2つ目なんですけれども、普段歩く時からこちらの口角をこう上げながら歩くようにしてます。車ですれ違う人とか道行く人はちょっと変な人と思われるかもしれないんですけれども、やっぱりこう普段の生活からできることは気をつけていきたいと考えておりまして、引力にはね逆らえないんですけれども、努力は叶うと思ってますので、そこでこう口角を引き上げながら歩くようにしております。第6回国民的美魔女コンテストグランプリ小宮山純子48カラットです。私のたるみ対策はですね、まずこちらのコアフィットさんのフェイスポインターです。このフェイスポインター、こういったところね、ポスポスやるんですけれども、最初すっごい痛いところがあったんですよ。でも痛いってそのたんびに飛び上がってたんですけれども、結構ね、やればやるほど慣れてきて、もう今では全然痛くなくなるポイントがあるんですけれども、こういったところが痛くなくなった時に、なんかちょっとだんだん実感も変わってきて、これは結構日頃からカバンの中に入れて持ち歩いてるんです。で、次に、こちらですね。夜さんの、テラヘルツの鉱石でできているものなんですけれども、これ、1秒間に1兆回振動してるんですって。なので、熱伝導率もいいんですね。氷とか置くとスッと溶けるんですけれども、で、これで、同じような感じで先ほどのものとね、同じ感じでいろんなところやっていくんですが、口の中とかも使えたりとか、結構ね、使い勝手が良くてお気に入りです。そして次はですね、メイソン・ピアソンのこのブラシ。これはブラシ界のエルメスやブラシ界のロールスロイスとも呼ばれている名品なんですが、もう溶かすだけでね、すごいね、ツヤも出るんですけれども、こうやってね、当てるだけでもうすっごいもう白目向いちゃうぐらい、もう大好きで気持ちいいんですよね。これ私ね、もう20年ぐらいずっと愛用していて、もう一生ものだなと思って大切に使っています。といったところで簡単に私のたるみ対策をお話しさせていただきましたが、皆様のご参考になれば嬉しいです。皆さんこんにちは。私は第4回美魔女コンテストグランプリの西村真由美です。
今日は私が実践している3つのたるみケアについてご紹介します。まず1つ目です。毎日丁寧に洗顔することです。洗顔時には顔にスチーマーを当てて毛穴を広げ、その後たっぷりと泡立てた泡で洗顔しています。化粧水で引き締め、顔のたるみにつなげています。そして2つ目です。毎日ニコニコ笑顔でいることです。放っておくとたるみがちな頬。笑顔をすることによって表情筋も鍛えられ、一挙両得です。そして最後3つ目です。毎日適度な運動をすることです。私はコンテストを機にヨガピラティスにハマり、今では好きが高じてヨガとピラティスのインストラクターを取得しました。綺麗な姿勢、美姿勢を保つということは体の引き締め効果にもつながります。ぜひ簡単なので皆さん実践してみてください。第3回国民的美魔女コンテストグランプリのモンコレイコです。私がグランプリいただいたのは40歳の時でした。そこから13年が経ち、今53歳になりました。私の行っているたるみ対策は、隙間時間の中で行うストレッチとマッサージです。ネイリストという職業柄、どうしても同じ姿勢でいることが多いですし、下を向いている時間も長いです。そうすると、肩が凝って、首が凝って、顔が凝ってきます。なので、ぐーっと伸びをしてみたり、あとは肩をぐるぐると回してみたり、血行も良くなるようにストレッチをしています。あとは耳を持って回してみたり、引っ張ってみたり、髪の中に指を入れてぐるぐると痛気持ちいい程度にまんべんなくマッサージをしています。血行や流れを良くしてあげることがむみ対策につながると思って毎日少しずつ続けています。いかがでしたか？美魔女グランプリ14人のたるまない秘訣をお届けしました。美しさは努力と習慣の積み重ねです。美魔女スタイルのチャンネル登録、いいね、コメントもお待ちしています。では皆さんまたお会いしましょう。